座れ。アーサーが中央の城に帰還し、北の果てが吹雪に覆われていた頃、双子が予言した。アーサーは賢者の魔法使いに選ばれ、大いなる厄災との戦いの結果、命を落とす。もう、城に着いたと思うか。アーサーだ。あれが城に着くまでは、嵐を招きたくない。アーサーがたどり着いた頃、お前に全てを話す。少しだけ待っていてくれ。ノスコムニア。オズ。オズよ。何の用だ。陰鬱な声じゃ。墓地を這い回る名もなき亡霊ですら、そのような沈んだ声は出さぬ。心なし。この城も暗く黒ずんで、重たい闇によどんでおる。アーサーがおった頃が夢のようじゃ。立ち去れ。可愛くないのう。八つ当たりをするくらいなら、アーサーを迎えに行けばよいもの。オズが可愛くないのは昔からじゃ。だが、アーサーを拾い育ててから何か変わったように見えた。それも気のせいじゃったかの、オズや。オズよ。突然の終焉ほど物悲しく途方に暮れるものはない。終わることを知っておれば何らかの救いにはなるじゃろう。何の話だ。我ら予言の夢を見た。外れることのない北の双子の予言か。その通りじゃ。我らは未来を予見せし者。すべては星の定め。来たる日々が変異することはない。どうでもいい。私には関わりのないことだ。花の芽吹きを待つ子も、明日の空模様を気にする子も、ここにはもういない。どのような運命が訪れようと、一切の関心はない。かわいそうに、それほどまでに心を割いたか。運命に関心のないそなたは、我らもよく知っておる。そなたは、己を思うことも何かを思うこともなかった。己から世界を遠ざけて、愛も憎しみも知らぬことは、さぞ身軽であったじゃろう。心に財産を持たなければ、心が脅かされることもないからのう。